さつき、母さんのことなんだけど。おずおずと切り出した夫の宗行に、私は安心してもらえるように微笑んだ。わかってるわ。今日どうするか見極めましょう。私たちはこれから退院祝いのために義母を訪ねる。そこでの義妹夫婦の振る舞い次第では。私はさつき。5年前に宗行と結婚し、3歳になる娘の若との3人家族だ。夫には栗子という妹がいるのだが、これが随分と破天荒な性格の持ち主。義母は1ヶ月ほど前、軽い心筋梗塞を起こして入院した。持病のこともあって、これだけの期間になったのだ。そして退院後、要介護認定3と診断。義母は義妹夫婦と暮らしている。介護が必要になった義母と義妹がやっていけるのか心配だ。私の心配は見事的中した。義母を囲んで和やかにおしゃべりをしていたその場は、義妹の一言で凍りついた。私も旦那も仕事あるから、平日の日中、お母さん一人になっちゃうよね。かといって仕事辞めるわけにもいかないし、ぶっちゃけお荷物なのね。笑いを浮かべながら軽い調子で言う義妹。お母さん、施設に入ろうよ。それがいいよ。彼女の中では決定事項のような言い方だった。現実的にそれが最善だったのだとしても、あまりに残酷すぎないだろうか。抗議しようと口を開きかけたとき、夫が先に怒気を込めて言った。母さんになんて言い方するんだ。だって私に介護なんて無理だよ。俺たちだって協力する。無理なものは無理。そんなに言うならそっちで引き取ってよ。私はハラハラしながら義母の様子を伺った。義母は穏やかな顔で息子と娘の言い合いを眺めている。悲しくなるような内容だというのに、どうしてそんな顔をしていられるのか不思議だ。もしかしてこうなることを分かっていたのだろうか。すると次に義妹は私に向かって言った。そういえばお姉さんは介護の経験者だったよね。仕事もしてないしちょうどいいから預かってよ。栗子。夫が叱るが義妹は全く答えていない。母は3年前にがんで他界している。その死の間際、母は自宅に帰り、私が世話をしてきたのだ。まだ生々しい記憶に胸が苦しくなる。そこにずっと傍観していた義妹の夫が口を挟んできた。お兄さん、俺たちと暮らしてもお母さんは不自由な思いをするだけです。大変かと思いますが、頼まれてくれませんか？丁寧な言い方だけど、言っている内容は義妹と同じだ。そもそもこの家は義母の家なのだから、私たちが世話をするのなら彼らが出ていくのが筋ではないか？夫もそう考えたようで、堅穏な目で義弟を見据えた。ところで義母はどうしたいのだろうか。義母が一言義妹夫婦に出ていけと言えば、彼らもそうせざるを得なくなるのだけれど。さつきさん、私一緒に行ってもいいかしら。驚いた。まさか愛着があるだろうこの家から
離れる選択をするなんて。とはいえ、私にいなやはない。至らないところも多々ありますが、うちでよければぜひ、よろしくね。義母はまるでお泊まり会にでも行くように楽しそうに笑った。義母と同居することになって一番喜んだのは娘の和歌だった。祖母の体が自由に動かないことがわかると、3歳なりに一生懸命に気遣っていた。義母は生活費として毎月50万円を出すと言った。随分多いんじゃないかと気が引けたけれど、相応だと義母は言う。本当にいいのかな。その日の夜、寝室で夫に聞いてみた。ねえ、お母さんのことなんだけど、毎月50万も大丈夫なの？無理してないかしら。夫はなんてことないように答えた。大丈夫だよ。くれるって言うんだからもらってやってくれ。母さんの気も済むし。そう。じゃあ、評判のいい訪問介護やデイサービスを探しましょう。確かに私は介護の経験はあるけれど、専門に勉強したわけではない。だから訪問介護やデイサービスのことは元から考えていた。そのお金を義母自身が出してくれたと思えばいい。訪問介護を頼んでからしばらくしたある日、義妹が訪ねてきた。厄介事でも持ち込んできたのではと警戒していたけれど、そうではなかった。新しく車を買おうと思ってるの。それで今持ってる車をお姉さんたちに譲ろうと思って。我が家に車はない。義母のためにも車があると助かるだろう。それにしても一体どういう風の吹き回しだろうか。そんな疑問が顔に出てしまっていたのか、義妹は少し拗ねたように言った。私だってお母さんのこと考えてないわけじゃないのよ。でも本当にいいの？うん。車椅子も折りたためば入ると思うわ。ところで免許は持ってるの？まあ一応。私も夫もペーパードライバーだけれど。義妹は後日、譲渡手続きの書類を持ってくると言って帰っていった。ちなみに車はタダで譲ってくれるとのことだ。なぜだか奇妙な気持ち悪さが残った。車を持ったことで義母がデイサービスも希望したため一緒に探した。同時に私と夫は車の運転の復習を始めた。最近分かったのは義母は外出を好む人だということ。だから休日には夫と娘と一緒に近くの公園へお弁当を持って出かけたりした。車の運転ができればもう少し遠出もできるだろう。それから1ヶ月くらい経った頃、義妹から連絡があった。車の調子どう？問題ないわ。いろいろと助かってるの。ありがとう。それならよかった。ところでお母さんは？元気よ。たまには会いに来たら喜ぶと思うわよ。やだ、そんなつもりじゃないから。義妹は盛大に吹き出してそう言った。私にはわからない。そんなに笑うようなことを言っただろうか。お姉さんもめんどくさくなったら施設に入れちゃっていいからね。そんな。だって大変でしょ？食事もお風呂も介助が必要でさ。
死んでほしいわけじゃないけど邪魔じゃない？本当にわからない。実の親にどうしてこんなことが言えるのか。義妹の温かみのない言葉はまだ続く。認知症じゃないのが救いだよね。ねえ、本気できつくなったら施設の手配を手伝うからね。お姉さん優しいから抵抗を感じそうだもんね。私への気遣いはいいからお母さんに優しくしてあげて。なんとかそれだけ言ってスマホの通話を切った。義母の介助よりも義妹と話す方が疲れる。その後は何事もなく日々が過ぎた。そんなある日、また義妹から着信があり、車を貸してくれないかと言ってきた。今度の休みに会社の人たちとバーベキューすることになって、人数多いから車が欲しいの。借りれるかな？いいけど、取りに来れる？もちろん。じゃあ朝早いけどよろしくね。義母の様子を一言も聞いてこないことに呆れた。そうして車を貸し出した休日の夕方、義妹から心臓が止まりそうな知らせが来た。事故？大丈夫なの？怪我は？叫ぶような私の声にくつろいでいた夫と義母がぎょっとした顔を向けてきた。取り乱す私とは正反対に、義妹はのんきに笑っている。平気平気。でね、車なんだけど。事故を起こしたのは貸した車。それは義妹の同僚が運転していて、義妹の車が巻き込まれたのだという。修理の間不自由させちゃうけどごめんね。大怪我がなくて本当によかった。後でいろいろ話したいから、悪いけど今度会ってくれる？ええ、わかったわ。通話が終わった途端、膝から力が抜けそうになった。まだドキドキしている心臓をなだめていると、義母が小さくため息を吐いた。あの子、また事故を起こしたのね。またって？首をかしげる私に夫が説明してくれた。前にも何回か起こしてるんだ。その時も大した怪我はなくて、悪運が強いというか。栗子は運転は不向きなのね。大事故を起こす前にやめた方がいいわ。義母の考えに私も同意した。言ってもやめなかったからまたこうして事故ったんだけどな。ため息を吐く夫。本人が自覚するのが一番なのだろうけれど、あの調子では無理だろう。加入している保険が使われることになるだろうし、憂鬱な話だ。ところがこの保険のことなどで話し合いをしている間に事態が急転した。義妹とその旦那と同行者の一部に詐欺の疑いがかけられたのである。彼女たちの話を聞いた保険屋さんが疑念を持ち調べたところ、怪我をした人の状態が実際よりも重く診断されていたという。つまりその医者も怪しい。保険屋さんの弁護士から受けたその説明を聞いて、二人してポカーンとしてしまったのは仕方がないと思う。今後のことを話し合って帰宅した途端、夫が義妹に対して猛烈に怒り出した。昔に起こした事故も怪しいもんだな。こっちはとんだとばっちりだ。私はというと、まだショック状態から抜け出せない。
栗子さんの計画が成功していれば、私はお金を無駄に払わされてたってこと？そういうこと。とんでもないやつだ。なんでそんなことを。遊ぶ金が欲しかったんだろ。夫は吐き捨てるように言った。義妹は新しい車を買ったばかりだった。だからって、私は怒るよりも悲しくなった。車をタダでくれた時から疑っておくべきだった。怒り冷めやらぬ夫の横で暗い気持ちでいると、義母が嫌に落ち着いた声で言った。あの子には灸を据えてやりましょう。その目は怒りに燃えていた。実は義妹夫婦が住む家の持ち主は義母である。彼女はその家を売ると言い出した。当然、義妹夫婦は慌てふためいた。なんでよ、私たちどこに住めばいいのよ。人からお金を巻き上げようなんて子はもう知りません。涙目の義妹が私を見る。お姉さん、助けて。それ、私に言うの？さすがに援護する言葉は持っていない。さあ、お荷物は出て行ってちょうだい。いつか自身に言われた言葉で、義母は追い打ちをかけた。義妹が兄に助けを求めないのは、拒否されるのが分かっているからだろう。そして数日後、義母は本当に売却の手続きを始めてしまった。ほどなくして義妹夫婦は詐欺容疑で逮捕された。住む家もなくなり、このあとどうなるのか今は想像もつかない。すると義母が驚きの提案を口にした。ねえ、さつきさん、私たちも新しい家に引っ越しましょうか。え？若だって大きくなるでしょう。この家はそのうち手狭になると思うの。でも、恥ずかしながら資金が。私のことで苦労をかけているもの、家ぐらい私が建ててあげるわ。はあ？びっくりしすぎて失礼なくらいに声を上げてしまった私に、夫が説明してくれた。母さん不動産を持ってるんだ。家一軒建てるくらいのお金なら何の心配もないよ。気が変わらないうちに甘えておこう。不動産？それで月50万円をポンと出せたのだとようやく謎が解けた。それにしても気前が良すぎるというか。けれど義母と夫の言う通りだ。これを逃したら新築を購入できる機会なんてないかもしれない。何より義母に不自由をしてほしくない。お母さん、ありがとうございます。家はお母さんが住みやすい設計にしましょう。義母はニコニコしてうなずいた。和歌が義母にぴょんと飛びつく。新しいお家？ええ、そうよ。和歌はどんなお家がいい？ブランコが欲しい。じゃあ、お庭を作りましょうね。一体どんな家ができるのか、私も楽しみになってきた。庭を作るなら花壇が欲しいです。私は楽しそうな義母と和歌の会話に加わり、新しい家への夢を膨らませていった。